サフル、文サードの伝承です。彼は次のように述べました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはある女性のもとへ使いをやり、あなたの抱えている大工の若者に、私が座るための木製の椅子、縁談を作るよう命じてくださいと言われました。サヒーフ・アルブハーリー第404号箱。ジャービル、文アブドゥッラーの伝承です。ある女性が次のように言いました。アッターの使徒よ、あなたがお座りになるためのものを作りましょうか。私には大工の若者がおります。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、あなたが望むならば、そうしなさいと答えられると、彼女はミンバル、説教台を作りました。サヒーフ・アルブハーリー第449番。ハディースの解説。預言者ムハンマドを彼にアッターの平安と祝福あれは、活動の初期段階では、モスクで説教、鳩場を行う際にナツメヤシの幹に寄り添って立っておられました。しかし、その後、ミンバル、説教台が導入されることになります。このハディースの中で、ジャービル・ブン・アブドゥッラー、アッターが彼ら両者を喜ばれますようにとサフル・ブン・サード・アッサー・アイディ、アッターが彼を喜ばれますようには、ある女性が預言者、彼にアッターの平安と祝福あれのもとへ来て次のように申し出た経緯を伝えています。アッターの使徒よ、あなたがお座りになるためのものを作りましょうか。彼女の意図は、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが説教の際に立ったり座ったりするための場所を、それまでのナツメヤシの幹の代わりに整えることでした。彼女は続けて、私には大工の若者がおります、と言いました。ここで言う、大工とは、木材を組み立て、形作ることに長けた職人のことです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、彼女の申し出を快く承認されました。その際、もしあなたが望むなら、と付け加えることで、彼女に負担を感じさせないよう配慮されました。つまり、彼女が作りたいと思えば作ればよく、もし作らなかったとしても何の罪も責任も生じないようにされたのです。その後、その女性は自身の使用人に命じて、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれのためにミンバルを作らせました。他の伝承によれば、そのミンバルは高すぎない3段の階段状のものだったとされています。このハディースから得られる教訓。説教の形式、説教の際に立って話すこと、あるいは一段高い場所に座ることは、預言者の観光寸内に基づいています。モスクへのミンバル導入、モスクにミンバルを設置し、活用することの正当性、専門技能の活用、公共の利益、特にムスリム全体に利益をもたらす事柄において、専門技術や能力を持つ人々の協力を得ることの重要性、自発的な善行の推奨、このような有益な提案を自ら進んで行う者は、その行いに対して感謝されるべきであること。相手への配慮、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、もしあなたが望むなら、と煽ったように、善行を進める際にも相手に心理的な負担をかけないよう配慮する高潔な人格。